今回は理想のサイレンサー装着への道パート4としてエトス製チャンバーに合わせるアンダーカウルのフィッティング動画だよ。カウルを装着するための加工の前に取り付け位置関係を確認する作業だね。今の NSR カーボン中毒号には KDC サービス製の RS250 用カウルをモディファイして装着してるね。モディファイの内容は取り付け位置のフィッティングから干渉部分の加工や最終的にカーボンのチラ見せと遭難化だね。それはジャハチャンバー装着を前提にクリアランスを最小にして加工してたから、それ以外のチャンバーだとあちこち干渉する可能性がある。とはいえ今のアンダーカウルにエトスチャンバー用に追加加工するとそれなりに綺麗に仕上げたカウルをもう一度仕上げ直す必要が出てくる。それは結構面倒なんで、今回 KDC サービス製の RS250 タイプの NSR 用カウルを入手したよ。そのアンダーカウルを今のアッパーカウルに合わせて装着することにした。 KDC サービスのウェブページではアッパーカウルは RS250 と共通でアンダーカウルが NSR に合わせて幅広にしているみたいに書かれてる。実際に届いたカウルを見てみるよ。とりあえず使うのはアンダーカウルだけなんだけど、いろいろ想定して上下カウルを入手した。まず上下のカウルを組み合わせてみる。このカウルは仕上げの黒系塗装とカーボンチラ見せ塗装に便利なよう黒ゲルコート品だね。内側を見るとノーズ部分から広がる形で部分的に白いベルト状の補強が入ってる。この補強部分を近くで見るとハニカム形状の材料が使われててメーカーのこだわりが見て取れるね。上下それぞれを単品で見ると確かにアッパーカウルはこれまで使ってた RS250 用に似た形だね。要所の寸法を測定するとシビアな寸法までは測りきれないものの大体同じような寸法になってる。今使ってるものはラジエーターとの干渉部分をカットしてるから同じようにカットすれば装着することはできそうだね。今までのものと同じような逃げ加工をしたいからカットの目安位置を養生テープでマーキングをしておくよ。アンダーカウルもパッと見は同じような形状だけど、今までのカウルは干渉部のカットやバブルかなんかの加工が多くて比較しづらい。ただ要所の寸法を測ると新しい方はチャンバーの逃げのため幅広に作られているのがわかるね。チャンバー近辺はだいたい 40mm 前後広げられてる感じかな。重ねてみると新しい方が広がりが大きいのがわかるね。アンダーカウルの前側はそのままじゃチャンバーやプラグと干渉しちゃうね。今までのカウルは上側シリンダーのチャンバー逃げと下側シリンダーのプラグ逃げのため干渉部をカットしてる。新しい方のカウルについても今までのものをコピーして加工すればそれなりに装着できるものになるはずなんで養生テープでマーキングしておくよ。カットラインをマーキングできたらサンダーやノコギリで干渉部分を切り取ってしまう。サンダーでは大雑把にカットラインを入れてそこからノコギリでじわじわと切断ラインをつなげて干渉部分を切り取ってしまう。今回は従来のカウルの加工内容をコピーしてカットラインを決めたから簡単だったね。そうじゃなければ車体側の干渉に合わせて少しずつ切り広げる作業になるから結構時間がかかっちゃうね。切りっぱなしだとガタガタだけど最終的には形を整えるつもりだよ。アッパーカウルのラジエーター干渉部分のカットも同じような作業になるね。でも
こっちはカットラインが直線だからサンダーだけで簡単に切ることができる。こんな感じで干渉部分をカットして大雑把に車体に装着できるようになった。まずはチャンバーのフィッティング確認用反射体に以前カーボン中毒号に使ってたステーを移植してカウルのフィッティングを確認するよ。ここではエトス製右2本出しチャンバーでの干渉を確認するけど、右側は膨張質が軽く干渉してる感じだね。でもこの程度ならフレーム下側のステー形状を工夫すれば干渉は逃げられそうだ。左側はジャハチャンバーと今までのアンダーカウルだと拡張テーパー部分の干渉を逃げる必要があったけど、そこも含めて干渉してない。反射体へのフィッティングと実車体のフィッティングとでは微妙に違うだろうけど、なかなか良さげにフィッティングできてる感じだね。プロゲルコートの表面の滑らかさや上下カウルの散り合わせなんかの品質はさすが KDC サービスって感じだね。次に NSR カーボン中毒号の車体に今までのアッパーカウルをつけた状態で新しいアンダーカウルをフィッティングしてみる。予想以上にすんなりと取り付けることができたよ。前側のプラグ周りの干渉も避けられてるね。チャンバーはジャハ製を装着してるけど、左側はギリギリ干渉してないから加工の必要はなさそうだ。でも右側の膨張質ががっつり干渉してる。これはフレームへのステーを工夫したくらいじゃダメそうだ。変に加工するよりジャハチャンバー用とエトスチャンバー用のアンダーカウルを使い分けるというのが現実的なところかな。あと上下カウルの取り付け穴は調整が必要だね。続いて新しいアッパーカウルと車体のフィッティングをするけど、アッパーカウル形状はほぼ共通みたいで無理なくフィットするね。それに新しいアンダーカウルを合わせてみたら当然ながら普通に装着できる。ただサイドスタンドのブラケットが干渉してるし、カウルをカットしないとスタンドが出せない。右側チャンバーの干渉もさっきと同じレベルで当たってる。アッパーとアンダーの組み合わせでは最後のパターンで新しいアッパーに今まで使ってたアンダーを組み合わせてみる。この組み合わせでもすんなり取り付けられた。サイドスタンドの干渉は避けられてるし、右側チャンバーの干渉もない。今までのアッパーカウルとほぼ同じ感じで新しいアッパーカウルにも取り付けることができる感じだね。これだとアッパーカウルを街乗り用とサーキット用、アンダーカウルをジャハ用とエトス用といった感じで相互に使い分けることができそうだね。ちなみに今までのカウルは装着するためのフィッティングで前後上下の位置や角度にこだわって取り付けてるよ。それだけに左右のレバーやメーター周りはそのカウルに合わせて絶妙な位置関係だったりするね。もしもカウルの位置が変わるとこの辺もガラッと見直す必要が出てきて作業が大変になる。それで新しいカウルにはセンターステーの位置合わせ用アダプターが付属してて、それを使うと下に 35mm 前に 40mm くらい移動することになる。せっかくなんで付属のセンターステーアダプターを使って新しいカウルのフィッティングを見てみる。アッパーステーやサイドステー部分はテープで仮止めしてるだけだから正確な判断はできないけど、少し前に寄りすぎて違和感を感じるね。位置関係を分かりやすく比較するのに写真を合成してみるよ。外観としてはこれまで使ってるカウルと比較すると新しい方は先鋭的な見た目で、従来のカウルはコンサバな見た目ってとこかな。ただ新しい配置だと
あちこち干渉する部分が出てきそうだ。時間が取れれば従来のカウル配置を見直して中間的な配置 20mm くらい前 20mm くらい下側に移動してみたいところだね。何はともあれエトスチャンバーに組み合わせるアンダーカウルのめどが立ったね。次回以降の動画で装着のためのアンダーカウルの加工を紹介するよ。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。